にちは。お城へようこそ。本日もお城巡りへやってまいりました。今回訪れたお城は、岐阜県岐阜市にある岐阜城です。岐阜城の歴史は鎌倉時代から続き、城主は多くいます。そこで問題です。岐阜城の最後の城主は誰でしょう？ 1. 織田信長 2. 織田信忠 3. 池田輝政 4. 織田秀信。答えは4の織田秀信です。織田秀信は織田信長の孫にあたります。織田信忠の息子です。本能寺の変で信長が応死したとき、父の信忠も二条城で討ち死にしたため、清須外期後、織田家の当主となりました。幼名は三法師です。それでは早速お城へ行ってみましょう。岐阜城は濃尾平野の北端に位置する金華山に築かれた山城です。金華山は標高329メートルです。鎌倉時代1201年に二階堂行正がこの地に城を築きました。井ノ口城、稲葉山城などの名称があります。築城した二階堂行正についてですが、二階堂行正は源頼朝が鎌倉幕府を創立した時の13人合議制の一人です。政所別当を務めました。二階堂という名字、変わった名字ですが、屋敷を建てた時近くに仏堂があったようです。その仏堂が2階建てだったので、名字が二階堂となったという人です。室町時代になると、美濃の守護代である斎藤利長が習築して異常としました。斎藤利長は斎藤氏の基礎を作った人物です。斎藤氏の拠点として加納城を築城しました。加納もまた美濃の中心となるお城です。お城でも取り上げているのでぜひ合わせてご覧ください。URL は概要欄に用意してあります。本格的に稲葉山城が整備されたのは戦国時代の斎藤道三の頃です。1539年、斎藤道三は城を再築し入城しました。斎藤道三は美濃のマムシと呼ばれる人物です。この異名は調節の影響ですが、父親と道三の2代で美濃を乗っ取りました。美濃守護の時氏が内部争いで乱れ、越前の朝倉宗敵や尾張の織田信秀などが美濃に攻め込みます。斎藤道三は周囲を敵に回しますが、見事に撃退します。道三は金華山に稲葉山城を再築するのですが、金華山は前山がチャートという石材でできているようです。そのため至るところに崖が見受けられ、まさに天然の要害でした。現在はロープウェイでも登り降りができます。城主の歴代の屋敷は金華山の西麓にある欅谷にありました。斎藤氏三代、すなわち斎藤道三、斎藤義達、斎藤達興の頃に作られ、その後、美濃を制圧した織田信長が改修しました。後に関ヶ原合戦の前哨戦として岐阜城でも戦いが広げられるのですが、その頃まで使われていたようです。城下町の整備も斎藤道三の時代に始まりました。井ノ口の町です。天然の要害で守られた稲葉山城。斎藤道三の孫にあたる斎藤達興の時に落城します。城を攻めたのは斎藤達興の家臣である安藤盛次と竹中半兵衛です。斎藤義達の死後、織田信長は今が後期とばかり美濃を攻めます。竹中半兵衛の戦略で尾張勢を撃退していたのですが、斎藤達興は美濃を支えてきた美濃三人衆を政務から遠ざけ、主食に溺れます。見かねた竹中半兵衛は、西美濃三人衆の一人である、舅でもある安藤盛次を味方に引き入れ、稲葉山城を奪還しました。竹中半兵衛とても面白い人物で、5ヶ月ほど城を占拠した後、稲葉山城を斎藤達興に返しました。
自分たちの手勢だけでは、美濃を制圧できないと考えたのか、斎藤達興を諌める目的だったのか、斎藤達興に奪い返されそうになり放棄したのか、実際のところは定かではありませんが、稲葉山城は落城します。斎藤達興、稲葉山城を返還されたのもつかの間、尾張の織田信長が稲葉山城を攻めます。織田家の稲葉山城攻めで活躍したのは藤吉郎でした。後の羽柴秀吉である藤吉郎は絡め手の水の手口から忍び込み、天狗岩の上で潜入成功の合図としてひょうたんを掲げたようです。城内から門を開け、先輩であった弟の小一郎、後の羽柴秀長となる人物は、表より城内に攻め込みます。こうして稲葉山城は落城しました。この時、藤吉郎は信長に褒美としてひょうたんの馬印が与えられました。戦いに勝つたびにひょうたんを増やし、千成秒単の馬印となります。水の手口は現在登山道となっています。こうして斎藤氏三代の後、織田信長が城主となりました。信長は城下町を作って岐阜と名付けました。余談です。岐阜の地名についてですが、中国の周王朝の文王が祁山という地に起こって天下を平定しました。その故事に基づいて、義の字が定まりました。岐阜の府は丘という意味です。岐阜城は信長が安土城に本拠地を移すまで、織田信長の拠点でした。織田信長は、織田信忠に岐阜城と織田家の家督を譲ります。織田信忠は信長の長男です。信長が安土に移った後は、美濃尾張を領地としました。織田家は後に武田勝頼を滅ぼしますが、その時の総大将は織田信忠です。この地から進軍しました。清須会議後は織田信孝が城主となっています。織田信孝は信長の三男です。次男の織田信勝より20日ほど先に生まれたようなのですが、母親の身分が低かったため、報告が遅れ三男になったという人物です。織田信孝は岐阜城の城主となりました。清須会議の際に織田家の筆頭家老であった柴田勝家は織田信孝と信長の後継者として推していました。そのため織田信孝は柴田勝家と手を結び、羽柴秀吉と対立したため攻められます。海上を降伏し、後に切腹させられました。岐阜城はその後、池田元助、池田輝政が城主となった後、秀吉の養子である羽柴秀勝が城主となります。羽柴秀勝は織田信長の四男です。秀吉の妻のねねは子供ができませんでした。そのため主筋から養子をもらうことを懇願したようです。信長の四男であるお次丸は秀吉の養子となり育てられ、後に羽柴秀勝となりました。岐阜城主となった翌年に、肥前の名古屋城で病死しています。肥前の名古屋城は秀吉の朝鮮出兵の際の本拠城です。お城でも取り上げていますので、ぜひ今回の動画と合わせてご覧ください。石垣が多く残る見応え抜群のお城でした。URL は説明欄に用意してあります。本題に戻ります。その後、織田秀信が城主となります。織田秀信は織田信忠の息子です。幼名は三法師でした。清須会議で織田信勝と織田信孝が織田家の跡目争いをする中で、秀吉が担ぎ出した織田信忠の息子です。周囲は信長から養子にもらった羽柴秀勝を織田家の後継者に据えるのではという見方もあったようで、織田信忠の子である三法師を織田家の後継者として推薦した秀吉は支持を集めました。三法師は当時3歳の赤ちゃんでした。しかし羽柴秀吉の主君の敵である明智光秀を討った功績は大きく、三法師が織田家の後を継ぎました。三法師、すなわち織田秀信は関ヶ原の戦いで西軍につきます。
1592年、岐阜城主となった時に権の中納言に任官します。織田家の跡取りであり、権の中納言となった織田秀信ですが、この時家来筋であった羽柴秀吉は豊臣秀吉となり、関白に任官していました。織田家の実権は簒奪されていました。織田秀信は豊臣政権下の一大名となります。与えられた石高は13万石でした。織田秀信は関ヶ原合戦では徳川家康と久光成、どちらの味方につくべきか悩みます。重臣の意見も割れました。長身であった入江左近、伊達平左衛門の意見が通り、西軍の志田三成につくことに決まりました。東軍の先鋒3万5千人が岐阜城に向かいます。石田三成も岐阜城に敵を引きつけることが重要と考え援軍を派遣しますが、援軍と城内の兵と合わせても6500人でした。東軍の福島正則らが七曲口に攻めかかります。池田輝政が水の手口から攻めかかります。水の手口も簡単に破られ、二の丸には池田輝政が最初に攻め上がったようです。水の手口、七曲口は現在登山道となっています。二の丸が落ち、本丸のみとなったため、織田秀信は自害しようとするのですが、小津久井智政が押しとどめ、織田秀信は降伏、高野山に送られています。余談です。織田秀信のその後ですが、当初、高野山には入山できませんでした。高野山は真言宗の本山として、比叡山と並ぶ信仰の中心であったのですが、織田信長は戦前、高野山を攻撃しています。17万石ほど領土を高野山が持っていたのですが、土地の領有問題で織田家と揉め、信長に謀反を起こした荒木村重の残党をかくまいました。織田家は派遣したり、領有地の捜査を行うのですが、高野山は信長の子孫を追い返し、領有地捜査に潜入した足軽を乱暴狼藉を働いた理由などで殺害します。そのため織田家も報復合戦を行い、最後は高野山と戦になります。こうした恨みもあり、織田秀信は当初、高野山には入山できませんでした。織田秀信は出家し入山するのですが、後に追放されています。厳しい修行に体がついていかず、健康状態が悪くなったための下山、刀などを振り回したための追放などいろいろ理由があるので、実際のところはわからないようです。5月8日に下山し、19日後の5月27日に亡くなります。自害とも健康不良とも言われています。不思議なのは織田秀信が亡くなった日付です。5月27日に亡くなった秀信は、高野山では下山した5月8日に亡くなっていることになっているのです。織田秀信と高野山、彼らの間に何があったのでしょうか。日本史の謎です。関ヶ原合戦の前哨戦で落城した岐阜城は廃城となります。天守、櫓、石垣などは加納城へと移されました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは彦根城です。ご期待ください。